休みの過ごし方で MBTI がバレるらしい。こんにちは。今回は MBTI 別の休日あるあるをお届けします。あなたの休日の行動パターンは性格タイプにぴったり当てはまるかも。それでは行ってみよう。 INTJ 建築家。計画的な休息と罪悪感の狭間で INTJ の休日は矛盾の塊。今日はのんびりしようと決めても午前中に何もしないと罪悪感が襲ってくる。だから休日の午前中は必ず今日はこれをやったと言える何かをする。筋トレ、掃除、読書。それが終われば心置きなくダラダラできる。前日から午前中は丸々して午後はフリーでのんびりと計画を立てるのもいかにも INTJ らしい。突然入る予定は大嫌いだけど事前に組まれた予定なら全然大丈夫。 INTP 論理学者。究極のマイペース生活。 INTP の休日は昼過ぎスタート。起きたらゲーム、お腹が空いたらご飯、眠くなったら寝る。朝という概念は存在しない。ご飯は白米に塩だけでも平気だし食べるのが面倒で1日1食もある。でも他人が関わる予定なら15分前には到着してちゃんと待つ。相手が遅刻するとイライラしちゃう。基本は家から出たくないで不詳で冷蔵庫が空にならないと買い物にも行かない。 ENTJ 指揮官。戦略的休息のすすめ。 ENTJ は休むことすら計画的。仕事で疲れた分しっかりパフォーマンスを発揮するためにダラダラする日をあえてスケジュールに組み込む。その日は寝たいだけ寝て動画を見てネットサーフィンして完全にオフモード。でも予定がある日は無駄なく動く。オンとオフをはっきり分けて仕事とプライベート両方を充実させるのが ENTJ いる。休むことも戦略のうちというのが指揮官らしい考え方ですね。 ENTP 討論者。自由と刺激のバランサー。ENTP は予定に縛られるのが嫌だからあまり人と会う約束は入れない。でも外には出かけてイベントや道端で知らない人と交流できると満足する。家にいる時もゲームをしたり新しい料理を作ったりとにかく面白く過ごそうとする。社会人になると友達となかなか会えないからネットで知り合った人たちと永遠に話してる時についノリで〇〇行こうよと言っちゃって気づくと予定が1ヶ月先まで埋まってる。このノリの良さと自由さのバランス ENTP の魅力が詰まってますね。 INFJ 提唱者。隠密行動と音楽中毒者。 INFJ はとにかくインドア。人と接することで気力も体力も持っていかれるから休日は人に会いたくない。買い物は隠密行動でメモを書いて効率よく済ませる。イヤホンは必需品で外界を遮断してストレスを最小限に抑える。音楽中毒者並みに聴いてる。平日に予定や買いだめを済ませて休日はパジャマでのんびり家で過ごすのが理想。この徹底した自分時間の確保 INFJ にとって本当に大切なんですね。 INFP 仲介者。罪悪感と怠惰の永遠ループ。INFP の休日はずっと寝てて気がついたら終わってる。今日何もしてないという焦りと罪悪感との戦い。ダラダラしてる時にも今日はこれをやろうと考えるのに結局やらなくて自分が嫌になる。でも好きな動画やゲームで大量に情報を仕入れることで満足もする。夕方になって急にさすがに外出ようと思うけど準備に時間がかかりすぎて17時から準備しても家を出るのは20時。この可愛い不器用さが INFP の愛おしいところですよね。 ENFJ 主人公。予定マグネットの謎。 ENFJ は今週疲れたから週末はゆっくりしようと言いながら翌日にはスーパー銭湯行くよと言い出す。毎月今度こそ一日中ゴロゴロする日を作るぞと思うのに気がつくと1ヶ月前から休日が朝から晩まで予定で埋まってる。待ち合わせには早く着くし寝る前に次の日のことを考えてワクワクして眠れない時もある。土曜日は予定を入れて日曜日は休むというバランスを心がけてる。なんで予定が勝手に埋まるんでしょうね。 ENFJ マジック恐るべし。 ENFP 運動家。ノリと計画のジレンマ。ENFP はとにかくノリで予定を組む。誘うし誘われたら喜んでで2週間前からカウントダウンして楽しみにしてる。でも絶対遅刻する。土曜日は友達とめちゃくちゃ遊んで日曜日はゴロゴロするのが理想。自分から誘わないタイプは誘われなかったら INFP みたいに永遠にベッドで動画を見てる。1週間に1日だけ INFP みたいな日がないと死んじゃうから遊びに行くよりずっとベッドでダラダラしてることも。このエネルギーの振り幅まさに ENFP らしいですね。 ISTJ 管理者。オフの日のオンとオフ。ISTJ が計画的なのは仕事だけ。人間だもん。ずっと真面目なのは疲れる。休日は昼近くまでベッドでダラダラ寝てたりもする。でも起きたらやることはやってからダラッと過ごす。本当に何もない日はゆるっと過ごすけどカフェで勉強したりルーティン化してることもある。休日も普段と同じ時間に起きて身支度と朝ごはんも同じ。家事や片付けを終わらせてからゆっくり過ごすのも好き。このメリハリさすが管理者タイプの安定感ですね。 ISFJ 養母者。家とアクティブのギャップ萌え。ISFJ は家にいるときはずっとダラダラしてても全く苦じゃない。でもライブやフェスに行くのも好きだから出かけるときとのギャップが激しい。オタ活も大好きでおうち大好きだけど超たまに好きなものを缶に出かけたりもする。基本的にはぐうたらだけどたまに行動力を発揮するパターン。このギャップが ISFJ の可愛らしさなんですよね。 ESTJ 幹部。効率化された完璧な休日。ESTJ は休日も無駄がない。朝から段取りよく動いてやるべきことを効率よく片付ける。時間の使い方が抜群にうまくて
余った時間でしっかりリラックスもする。計画性があるから休日も充実するし、平日への準備も万端。オンとオフの切り替えがはっきりしてて、休むときは休む、動くときは動くメリハリがある。さすが幹部、休日の管理も一流です。 ESFJ 用事、利用と人間関係に全力投球。 ESFJ は気づいたら予定が埋まってるけど家も大好き。カフェ巡りと自分磨きの時間は必須で、利用にお金をかけると自己肯定感も上がる。友達や好きな人、職場の人への贈り物を考えたりメッセージを考える時間が一番ワクワクしてる。友達とも定期的に遊ぶから利用費と交際費でお金がなくなる。でもそれが幸せ。人のことを考えてる時間が一番楽しいって ESFJ らしい素敵な特徴ですね。 ISTP 巨匠、夜型ゲーマーの理想的な休日。 ISTP に朝はない。金曜の仕事終わりから酒を飲みながらゲーム、そのまま寝落ち。土曜は早く起きて酒を飲みながらゲーム、昼寝、またゲーム、寝落ち。日曜は土曜の繰り返し。やることは先に済ませて、夜は好きなこと、ゲームをして朝後悔するまでがセット。休日の前の日はそわそわして浮かれたまま夜遅くまで遊んで、肝心の休みは寝て起きて家事したら終わり。この潔い生き方、 ISTP らしい合理性の極みですね。 ISFP 冒険家、気分次第のカオスライフ。 ISFP は予定がない休日が最高。一日の中でゴロゴロしたい時もあれば、急に家族とお出かけしたくなったり、掃除したくなったり、絵を描いたり、全部気分次第。布団で YouTube を見て4度寝言寝もするし、ご飯もUberする。電車に乗り回したくなったら財布持って家を出るし、ゲーセンに行く準備をしても気が失せたらやめる。前日に明日は〇〇するぞと思っても起きてその気分じゃなかったらやめる。この自由さと気分の素直さ、 ISFP の魅力そのものですね。 ESTP 起業家、アクション派の休日哲学。 ESTP は基本的に動いていたい。家でじっとしてるより外に出て何かしたい衝動がある。スポーツや体を動かすことが好きで、友達とアクティブに過ごすことが多い。計画よりも行き当たりばったりで、その場の雰囲気や気分で決める。新しい場所や体験に興味があって、いつも刺激を求めてる。疲れた時はしっかり休むけど、基本的にはエネルギッシュに動き回ってる。このバイタリティ、見てるだけで元気をもらえそうです。 ESFP エンターテイナー、エネルギッシュすぎて家にいない人。 ESFP はとにかくエネルギッシュで家にいない。夜までショッピングでもどんと来い。暇が大嫌いで、予定のない日が2日以上続くとやむ。常に何かしていたい。誰かと一緒にいたいタイプ。友達と遊んだり、新しい場所に行ったり、楽しいことを見つけるのが得意。家にいても音楽をかけて踊ったり、何かしら楽しいことをしてる。このエネルギーを分けてもらいたいって周りの人がよく言うのも納得ですね。ということで MBTI 別休日あるあるでした。あなたの休日はどのタイプに当てはまりましたか？これ完全に私だと思ったものがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。休日の過ごし方って本当にその人の性格が出ますよね。同じ休日でも計画的に過ごす人もいれば完全にその場の気分で決める人もいる。どれも正解でそれぞれの楽しみ方があるのが面白いところです。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録といいねをお願いします。次回も MBTI の面白いあるあるをお届けしますのでお楽しみに。それでは皆さんも素敵な休日をお過ごしください。